ちょっと待って。これやっちゃいましたね、私。導き出してしまった。こっちは明るいけど、こっちは暗いよね、みたいな。現実世界の割合みたいなものが上手に表現できれば、うまいみたいな絵になるっていうことだと思うんですよね。で、それを再現するために何に気づいたらいいかっていうと、皆さんこんにちは、レモタです。今回はシンプルにお絵描きを楽しもうということで、ちょっと私がやってみたかったランダムに色をとって、その色縛りでイラストを描くというのをやってみたいと思います。ちょっとこれ先に言っちゃうんですけど、個人的にはエンタメ感覚で始めたものなんですけど、途中で正解が分かっちゃったんですね。この気持ち悪い色を使ってお絵描きをすることの正解に気づいてしまいました。なので、もうこれは途中から普通に解説動画になっています。気持ち悪い色の組み合わせでも上手に描けるようになりたいという人にめちゃめちゃおすすめな動画になっています。動画内では結構ゆるくね、ダラダラと話しているので、気軽に見てもらえたら嬉しいです。それでは本編に入っていきます。楽しんで見ていってください。アイビスペイントで画面録画しながら描いていこうと思ってます。で、アイビスペイントのカラーサークルってやつで、一応ね、皆さんには見えないと思うんですけど、私は目をつぶってこうなんかね、ぐるぐるやって、で止まったところ、外側の色相の部分で、まず一回ランダムで止まったところで、次にこの中のこのサイドメイドとかそういうところをぐる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 やって、止めたところ、この色を買って、うわすごい色だ、これすごいな、まあいいや例えばこういうことですね。この色が出てきたので、これを一つの色として使わないといけない、そういう縛りで何か描いてみようかなと思っています。じゃあ早速ね、決めていこうと思うんですけど、5色ぐらいあった方がいいんじゃないかなって思うんですよね。5色1回決めてみます。とりあえずじゃあまず1色目いきますね。いきます。はい、まず外側あれですね、色相は何色系っていうのは青系ですね。青系の中から決めます。はい、せーの。はい、グレーですね。まあでもなんか馴染みは良さそうですね、他の色との。はい、2色目いきます。渋い色がきました。でもグレーとはなんか合いそうですね。じゃあまたいきます。はい。なんか良くないですか？ちょっと待って。これエンタメ的に面白くないんじゃない？大丈夫そう？いきます。はい、青。でもそっか、これで人間描くならこれから肌色を作らないといけないってことですよね。まあいいや、最後いきます。まあ一回これで描いてみます。なんかデザインとしては結構成り立ちやすそうな色ですよね。でもじゃあこれで人物を描くとどうなるかっていう、肌の色が一番の問題ですよね。女の子かな、女の子描きましょうかね。コースか何にも決めてないです。どうしようかな。秋っぽい色ですね。制服着た女の子とかに、静かな学校の女の子みたいな、どっちかって言ったら地味なっていうかおとなしい雰囲気の方が合いそうですよね、この色だと。そんなに長すぎない髪の方がいいかな。どうだろう。肩幅狭く、縦を長く。細かい体は後でやりますね。とりあえず色をどう当てはめましょうかみたいなことを考えていきたいんです。やっぱ肌色って黄色いイメージあるから、一番肌の色、ここら辺に近い色がこれですよね。この黄色。とりあえずはこれで塗ってみます。皆さん結構こういうのなんかちょいちょい見るじゃないですか、 SNS で。ちょっとやってみたかった。自分にはどのくらいこの技術があるのかという。待って、なさすぎないですかなさすぎる気がする。だいぶ下手じゃない？大丈夫かな。まあいいやとりあえず一回全部色で置いてみよう。こういうのね、初めてなんですよ。だからちょっとやりながらね、学んでいくというか、やりながらコツをつかんでいきたいです。一旦ちょっと試しに塗ってみます。こういうランダムで色を使うとはどういうことなのかということを。そういうことか。肌が浮いちゃってますよね。他のあれと差がないからこっちの方がいいんですかね。明度がポイントになってくる。サイドも大事ですけど。うわー面白い。なんかいい。なんかすごく学んでる感があります。サイドとか明度の差に違和感がなければ、どんな色を使ってもそれなりに成り立つっていうことなのかな
という仮説を立てました。例えば陰影とかに使ってみる。ちょっと待って、掴んでしまったよ。これやっちゃいましたね私。これもうなんか導き出してしまった。これだ。来たこれ来たこれ。すごい、こういうことか。お絵描きって楽しいですね。そうですよね。そうね。現実世界の明度、サイドもちょっと関わってくるか。明るいと暗いがいつも私たち目に見て認識してるじゃないですか。現実世界でのこれは明るくてこれは暗いみたいな、その差がそのまんまこのキャンバス上にも反映することができれば、それは自然に見えるんですよね。だからさっきの私の肌色これで、髪の毛これで、この服でっていう感じでやっちゃうと、リアルで見る陰影の差じゃないんですよね。こんな人間いませんからねっていうことですよね。下のところがおかしいですよね。それぞれのものにそれぞれ一個ずつ色を置こうとするのではなくて、陰影も含めて色を考える。洋服難しいですね。制服がなんか普通制服ってシャツとベストと、スカートとって色全部違うじゃないですか。なんかそれを全部違くしようとすると5色とか結構バラバラに使わないといけなくなっちゃうけど、そうするともちろん陰影もつけないといけないことを考えるとダメになっちゃうので、ほんとなんかバランス、ある意味現実的なものは無視して、そっか、グレーじゃなくて黄色にする手もあるんですかね。可愛いですけどね。光に当たってるところを表現する色として候補にあるのが、彩度が高い黄色と明度が高い灰色ですよね。でそれをうまく使って光を表現して、それ以外の色で影を表現するみたいなことをしたいんですよね。でじゃあ光は全部こっちにするかこっちにするかとか、場所によってパーツによって変えるか。ちょっともう一回グレーにしてみます。ここいいんじゃないですかね。これにします。ちょっとグラデーションかけてみるのもありですかね、ひょっとして。そうですよね。色を使ってればいいんですから、こういうグラデーションをつけるみたいな。いいですね。これ来ましたね。これ来ました。ちょっとじゃあ一旦私が学んだことを整理しますね。もともと5色出ました。この上の5色ですね。この5色が出ました。で女の子描こうと思ってたので、女の子のそのパーツ、髪の毛、肌の色、服みたいな感じで分けて、とりあえずバラバラに塗ってみたんです。なんかただただ色をのせただけではあまりにも現実味がなくて、私たちが受け入れられないような絵になってしまうということで、ありそうですけどね。こういうカットイラストとかにね、ありそうですよね。なんかめっちゃカットイラストにありそうな、なんかこういう感じでありそうですよね。いいや。でそういう表現方法もありますけど、より現実味を持たせたいというか、より引き込まれるイラストにしたいなと思ったので、ちょっと工夫してどうしようかと考えました。で描いていく途中に気づいたことが、彩度が高いか低いかっていうのが私たち自然に物を見る上で認識してるんですよね。例えば肌の色があって黒い服を着てたとしたら、肌と黒い服のコントラストがもうあるじゃないですか。こっちは明るいけどこっちは暗いよねみたいな、そういうのが当たり前としてあると思うんですよね。白い服を着てるのであれば、ここのコントラストはあんまりないよねみたいな、これとこれですね。なのでそれがなんか自然にインプットされてるんですよね、私たちの頭の中に。もちろん人間の顔もそうだし、物とかもそうですよね。この茶色い机の上に黄色っぽい紙が置いてあったら、この差を認識するというか、現実で見るものなので自然に頭の中でインプットされていると思うんですよ。でこの彩度、明度、私たちの頭の中にインプットされているものと同じ着度っていうんですかね、同じ差の幅、振れ幅、差か、同じ差分変化していれば、このキャンバス上に描いても違和感がなく見れるっていうことだと思うんですよね。でこれとかだと、こういうカットイラストがあったとして、こういう人間普通にありえるじゃないですか。肌色に濃い髪の色の人間が、でこれをこう見比べた時に、この肌色って彩度は低い、明度は高いっていう色じゃないですか。
ここ肌色ですけど、こっち行ったら彩度が高くなるわけですし、こっち行ったら明度が低くなるんですよね。で、じゃあ高すぎちゃうとどうなるかっていうと、オレンジの肌の人になるわけで、私たちが普段見る人の色の感覚とは違うじゃないですか。やっぱり肌色は彩度が低くて明度が高いっていう当たり前みたいなものがインプットされてるんですよね。で、こっちのイラストはどうかっていうと、これ結構彩度が高いんですよ。彩度が高くて、髪の毛って、それこそ黒とか茶色が多い中で、もうちょっと明度とか暗くしてあげるともっと自然なのかなって思うんですよ、肌の色に対して。だけど肌の彩度が高い割には髪の明度が低いんですよね。だからそこら辺がコントラストがあんまりつかずに、コントラストついてるのが普通っていう風にインプットされてると思うんですよね、私たちの中で。けどそのコントラストがあんまり再現されていない、こっちの絵では。なので非現実味があるんですよね。で、それがいい方向に働くか悪い方向に働くかっていうのは、その絵が使われる場面によってだと思うんですよ。こういう女性がたくさん並んでるファッションのカットイラストがありそうじゃないですか。それを一つのデザインとして見ると成り立つと思うんですけど、ただね、ここでいきなりドーンと一つ描くみたいな、そういう風に使うのにはもうちょっと工夫できるんじゃないっていうところがあるかなと思って、ちょっと今頑張ってこれをねひねり出してきたわけなんですけど、結局何が言いたいかっていうと、私たちの自然とこの現実世界の割合みたいなものがインプットされてて、それを上手に表現できれば、すごい見せ方がうまいみたいな絵になるっていうことだと思うんですよね。で、それを目指して描いたんですよ。描いたというか、描きながらそこに気づいたんですねっていうことですね。で、それを再現するために何に気づいたらいいかっていうと、この5色出てるじゃないですか。で、この中から明度が高い低い、明るい暗いっていうのと、彩度が高い低いっていう、色が鮮やかかそうじゃないかっていうところですね。これを判断して、このどっちに分類される色かっていうのを考えるといいかなっていうことを考えました。で、それを考えた時に、この2つが、明度彩度が明るい色ですね。こっちは明度彩度が低いっていうものに分けられました。で、じゃあこれをどうやって1枚のイラストにするか、どうやって現実世界のこの私たちが認識しているこの明るい暗いとか鮮やかそうじゃないとか、それと結びつけたらいいかっていうので、私が思い浮かんだというか、気づいたのが光と影ですね。陰影。光が当たっているところは明度も彩度も高くなりがちで、光が当たってない影のところは明度彩度が低くなりがちなんじゃないかということで、そっちの2色を光に使う。で、こっちの暗いのを残りの影に使うっていうことで、そこの差を表現した。なので実際に肌の色とかこれめっちゃ黄土色だし、髪の毛の色なんて深緑だし、これ髪の毛もここ白髪じゃないですか。グレーなので白髪みたいなもんですけど、普段ならありえないけど、そのなんとなくの世界観、もしかしたらこの子はこういう緑色の色味がある世界観の中では全然この子は普通に見えると。髪の毛の色が光に当たっているところが薄い灰色になってたとしても、灰色で塗ったことによってそのものの色を表してるわけじゃなくて、ものの見え方を表しているっていうことなんですよね。で、見え方はそこにあるものだけじゃなくて、周りの環境とか光とか影とか、そういうものによってものの色の見え方は決定するので、周りの色との関係性とかこの差が私たちのインプットしている現実世界のものと合っていると、別に不自然なく見えますよっていうことなんですよね。多分この時間で発見したことです。もしもっと詳しいことを分かる人がいたら、ぜひ教えていただきたいです。なのでこういうのが書きましたということですね。で、細かいこと言うと、実際じゃありえないような表現も入っているんですよ。例えば強い光が灰色だったとしたら、本当にこのリボンはからし色に光るんですかみたいなそういう疑問も出てきちゃうと思うんですけど、そこら辺ある程度ちっちゃい部分はずれてても、一応キャンバス上の2次元なのでっていうことでそこは許容されるんじゃないかなと思ったりしています。なので、全然私はこれを意識すると
違和感なく上手に見せられるんじゃないかっていうことを今導き出しましたけど、これじゃなくて違うことを意識して描くことで他にも魅力的に絵を見せることができるかもしれないですよね。他の人がどうやるのかとかすごく気になりますね。やってみてほしい。誰か皆さんやってみてください皆さんやってみてください。そうね。ということで、なんかイラスト完成してないんですけど、だいぶお腹いっぱいになっちゃったなんかラフで色決定しただけで大きな収穫。これからねちょっと書き込んでイラストを完成させたいなと思います。はい、こんな感じでランダムに撮った色であまり魅力的ではない色の並びで、見せるイラストを描くっていうことに挑戦してみました。結構ね最初やってみようっていうノリで始めたんですけど、途中からもうがっつり解説をし始めちゃってちょっとうるさいなと思っちゃった方はごめんなさいなんですけど、もしね確かにそうだとか発見を共感してくれた方がいたらすごく嬉しいです。他にこういう方法で私は魅力的な絵が描けたよとか、このやり方考え方おすすめだよっていうのがあればぜひ教えてほしいです。私は他にもお絵描きを楽しみながら感じたことや考えたことを動画で発信しています。自然や深い思考、メンタルヘルスなどに関心があります。イラストのメイキング動画も載せてますし、絵柄の決め方とかおすすめのブラシとかそういう動画も出しているので、ぜひ気になった方は見てみてください。YouTube では毎月動画を2本投稿しています。ぜひいろんな考え方を深めながらレモタと一緒にお絵描きを楽しんでいきましょう。イラストや YouTube、ブログの更新はまずは X で一番にお知らせしているので、ぜひフォローしてお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。